エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は横向きでも縦向きでもお絵描きしやすいちょうどいい大きさの液晶ペンタブレット XP ペンアーティストプロ22をレビューします。お絵描き用の液タブはいろんな大きさがあってどの大きさを選んだらいいか迷ってしまいますが、この液タブはちょうどパソコンのモニターと同じくらいの大きさで別売りのスタンドに取り付ければお絵描きしない時に普通のモニターとしても使いやすいちょうどいい大きさの液タブなので、今回は他の大きさの液タブとも比べながら実際にイラストを描いて詳しくレビューしてみたいと思います。液タブのサイズ選びで迷っている人はよかったら参考にしてみてください。それでは早速開封していきましょう。XP ペンの 21.5 インチの液タブは今回レビューするアーティストプロ22と前にレビューした廉価版のアーティスト22プラスがあるので、それぞれの違いも紹介しつつレビューしてみます。付属品は説明書、お絵描き用の手袋、クリーニングクロス、電源アダプター、パソコンと液タブをつなぐケーブルにペンケースと予備の返しもたくさん入っていました。アーティスト22プラスの方にはついていなかった便利な左手デバイスも最初からついています。ボタンに貼れるシールも入っていて、どのボタンに何の機能を設定したか分かりやすそうです。スタイラスペンは筆圧感知 16,384 の高性能なペンがついています。横にショートカットボタンが2つと上が消しゴムツールになっていて、ペン先は摩擦の大きなフェルト芯に対応しています。グリップが大きめでグーで握っても手が痛くなりにくいです。ペンが液タブの上に取り付けられてなくしにくいのが嬉しいです。ペンケースは丈夫なアルミ製で下を押すと開く作りになっています。ペン先や左手デバイスのドングルをまとめて収納できたり、ペン先を簡単に引き抜ける機能もついています。別売りのスリムペンにも対応しているので、スリムペンを使いたい人は買い足すと良さそうです。画面の大きさは縦が A4 用紙より少し小さくて、横が A4 用紙2枚分より少し大きいくらいです。画面は映り込みの少ないアンチグレアで表面がサラサラしていて手を動かしやすいです。アーティスト22プラスはフィルムが上から貼ってありましたが、こちらはガラスが直接アンチグレア加工されていて傷や指紋が目立ちにくくなっています。内が緩やかにカーブしていて足の方を描く時も手が痛くなりにくいです。裏側に角度調整できる丈夫なスタンドと下側に滑り止めのゴムがついていて手で押さえてもグラグラせず安定感があります。画面サイズがパソコンのモニターと同じくらいなので、スタンドを取り外して手先角のモニターアームやスタンドに取り付ければ普通のモニターとしても使いやすそうです。今回は別売りの ACS15L5 スタンドもお送りいただいたので試しに取り付けてみたいと思います。付属のスタンドのネジを外してスタンドを取り外したら ACS15 のアームをネジ止めしてアームの根元へ台座をネジ止めします。裏側のレバーを握ると画面の高さや角度を簡単に調整できて、お絵描きする時だけ手前に出したり液タブを使わない時に机の奥に簡単にしまえて普通のモニターみたいに使えるようになるのがいい感じです。アームの硬さはここのネジを回すと調整できます。普通のモニターアームは液タブ用に作られていないので、液タブの下側が机に当たっていないと絵を描く時にぐらつくことがありますが、このスタンドは液タブ向けに作られているので手で押さえても全然動かないし、使用中に角度が変わらないようになっています。足の方は裏側に支えがないので手で強めに押さえると少し揺れますが、絵を描く時によく触る真ん中あたりは全然揺れなくていい感じです。画面を90度回転すれば縦向きでもお絵描きできますが、回転が90度で止まって回転しすぎないところもいいと思います。液タブを縦向きにするとポスターや漫画のような縦長の絵を大きく表示できて描きやすくなりそうなので、描く絵によって横向きと縦向きが簡単に切り替えられるのは嬉しいです。それでは実際に使ってみます。この液タブはパソコンやスマホにつないで使うので、最初に電源ケーブルを接続して USB-C ケーブルでパソコンとつなぎます。右上の電源ボタンを押しても何も映らないときは HDMI ケーブルもつなぎます。音を出したいときはイヤホン端子にスピーカーもつなげます。ケーブル類はカバーで隠せるようになっています。画面の明るさが気になるときは右上のボタンで調整できます。画面の表示がおかしいときはパソコン
コンのディスプレイ設定を開いて表示画面を拡張するにしたり、拡大縮小を 100% にすると見やすくなります。別の液タブから乗り換えるときは古いアプリを消した後に公式サイトから新しい設定アプリをインストールします。設定アプリはペンの書き心地や画面のカラーモード、左手デバイスの機能を変えたり、ペン先とカーソルのズレを調整したりできます。縦向きで使いたいときは画面の回転を90度か270度に設定すると表示を縦向きに切り替えられます。画面の発色は公式域でかなり綺麗だと思います。工場で正しい色に調整して認証も取得されているので、クリエイティブな作業にも安心して使えそうです。発色がアーティスト22プラスよりも少し良くなっているので、発色にこだわりたい人はこちらを選ぶと良さそうです。画面が眩しすぎず、ちらつきも少なくて目が疲れにくそうです。アンチグレアの液タブは見る角度によって画面が白っぽく見えるので、気になる人は置き場所や角度を調整すると良さそうです。アーティスト22プラスと大きく違うところは解像度がフル HD から 2.5K になって画面の表示が綺麗になったところで、小さな文字やボタンがとても見やすくなっています。アーティスト22プラスが出た時にこれで 2.5K だったら完璧だったのにというコメントを結構見かけたので、ここは嬉しい人が多いポイントだと思います。表示が細かくなって画面に映せる情報量が 1.7 倍くらい増えたので、画面の大きさは同じだけど表示できるボタンの数が増えたり、絵の細かいところが見やすくて作業効率が上がりそうです。普通のモニターとして使うときはフル HD でもそんなに気になりませんが、絵を描くときは画面と顔の距離が近くてドット感が気になりやすいので、フル HD だと気になる人に良さそうな液タブだと思います。それでは実際にお絵かきしてみます。大画面の液タブは画面のガラスが厚めで液晶が少し奥にへこんで見えたり、ペン先とカーソルがずれて見えることがありますが、この液タブは他の大画面液タブと比べると画面のへこみやカーソルのずれが少なくて、ちゃんと狙ったところに線が引けるし、端の方のボタンも押しやすいと思います。線が遅れて書かれるような遅延も少ないです。本荷重が軽くてペンを画面に置いただけのような軽めの筆圧でもちゃんと書けるので、筆圧が弱めの人でも書きやすそうです。筆圧が強めの人は設定アプリでペンの感度を下げると良さそうです。筆圧感知レベルが高くて線の太さや色のコントロールもしやすいです。筆圧をシュッと抜くような入り抜きも綺麗に書けると思います。線をゆっくり斜めに引いた時に線がなみなみするジッターもほとんどなくて、ペンの沈み込みも強く押さえた時に少しあるかなというくらいで気にならなかったです。傾き検知にも対応しているので、ペンを傾けると本物の鉛筆を傾けた時みたいに太さを変えられたり、ペンをひっくり返すと消しゴムになったり、デジタルだけどアナログのような感覚で直感的に書けます。解像度が 2.5K になったおかげで細い線があまりガタガタせず綺麗に表示されるし、別売りのスタンドで縦向きにすれば縦長の絵や版画を大きく表示できるところもいいと思います。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この液タブのいいところ、気になるところを話します。いいところはちょうどいい大きさで使いやすいところです。液タブは画面が大きい方が自分の手で絵が隠れにくかったり、キャンバスを大きく表示できてお絵描きしやすいのですが、あまり大きすぎると机によっては置けなかったりするので、大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさなのがいいと思います。普通のパソコンのモニターと同じくらいの大きさで、お絵描きしない時に普通のモニターとして使ったり、メインモニターの横に置いてサブモニターにしやすいと思うので、そういう使い方がしたい人にも良さそうです。液タブは画面を見下ろしながら描くので、長時間使うと首や肩が疲れてしまいますが、別売りのスタンドに取り付ければモニターと液タブを簡単に切り替えられるので、疲れたら液タブを奥にしまって板タブ作業に切り替えられるところもいいと思います。次に気になるところですが、廉価版のアーティスト22プラスと価格差が結構あって、どちらを選んだらいいか迷いそうなところです。アーティストプロ22の方が性能が高い分使いやすいと思いますが、アーティスト22プラスの方が4万円くらい安く買えるので、今回紹介した違いが気にならなくて解像度がフル HD でもいい人はアーティスト22プラスを選んで、予算に余裕がある人はアーティストプロ22の方を選ぶと良さそうです。もう少し大きなアーティストプロ24と迷っている人もいると思います。
ますが、ベゼルが太くてかなり場所を取るので、液タブを机の真ん中に置いて一日中使うようなお絵かき作業がメインの人向けだと思います。大画面じゃなくてもよくて、液タブを使わない時に片付けたい人は移動が簡単なアーティストプロ16とか19が良さそうです。XP ペンの液タブは家電量販店でお試しできるので、気になる人はお店で見比べてみてください。この液タブを使った感想ですが、ベゼルが細めで普通のモニターとそんなに大きさが変わらないので、プロの人から趣味でお絵描きする人まで幅広い人に使いやすそうな液タブだと思います。大画面の液タブが使いたいけど机のスペースが限られる人やお絵描きしない時に普通のモニターとしても使いやすいちょうどいい大きさの液タブを探している人はよかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。